そして私は英会話クラブの部長リーダーだったわけだから、超自信があったのね。なんか何言ってるかとか、あとはなんて話したらいいかとか自信があったんだけど、メルボルンについてコーヒー飲もうと思って、カフェみたいなところに行ったのね、初めて。そして注文しようと思ったんだけど、店員さんが言ったのね。多分「How can I help you?」みたいな感じで言ったのね。だけど私全然固まっちゃって、何を言ってるんだろうみたいな。でこんにちは、ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？はい、このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話や、日本の文化や考え方とか、あとは最近のニュースとかを話していきます。毎週2回配信しています。木曜日と金曜日です。日本時間の8時から放送してますので、ぜひ毎週ね、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。さて、今回のテーマは、なんで聞き取れないの？なんで日本語を聞き取れないのかというテーマについてお話ししていきます。はい、こんな悩み持ったことないですか？ポッドキャスト、私のポッドキャストは聞けるのに、他の人のネイティブのその話し方についていけなかったり、日本人と会話するときに何言ってるのかわからないなとか、逆に映画とかもそうだし、見てるとあれ何言ってるのみたいな、毎日日本語を勉強しているのに、文法とか単語とか勉強しているのになぜか聞き取れないっていうことについて、なんでかっていうことをちょっと解説、みんなにちょっとねシェアしていこうと思います。ちなみに私も皆さんと同じように言語を学習している人です。何かというと韓国語と英語です。そしてフィリピン語、見るかな、これは今日買いました、本屋さんで。価格は税込みで2200円でした。フィリピン語もこれから勉強しようかなと思います。で、さて、その自分もね、みんなと同じように言語を学習しているうちの一人なんだけど、私も同じように思ったことがあるのね。例えば、2つエピソードを今から紹介するね。1つ目は韓国語なんだけど、半年前ぐらいかなに、新幹線っていう映画をネットフリックスで見ようとして、プサン編だったかな、そういうのですごい人気で面白いって話題だから、ちょっとね、何年前かに流行ったんだけど、私はちょっとその時は見ずに、そのね、半年前ぐらいに見ようと思ってネットフリックスを開いてパソコンでね、そう見ようと思ったんだけど、韓国語で聞こうかなと思って、でなんでかっていうと、韓国の語の方がさ、日本語の吹き替えを使うより面白そうだなと思ったの。だから韓国語で聞こうと思ったんだけど、その時全然聞き取れなかったのね。でも自信はあったわけ。韓国語だってさ、私韓国の血が入ってるから、お父さんが韓国人だからね。だからいけると思ってたのね。だから自信があったのね。だけどその新幹線のプサン編の映画を見た時に3、40%くらいしか理解できなかったの、頭の中で。だからだんだん眠くなってきて、あれみたいな、こんなに私自信あるんだけどなみたいな。だって私のお父さんとお母さんは昔、小学生ぐらいまでかな、最近は日本語で喋ってるんだけど、韓国語で家で話してたのね。だからリスニングが私得意だと思ってたんだけど、全然聞き取れなかったわけ。でも家ではお母さんとお父さんが何言ってるか分かるみたいなシチュエーションだったんだけど、それで全然聞き取れなくて、で映画の途中で寝ちゃったのね。始まって10分ぐらいだと思うんだけど寝ちゃって、っていうことはつまりその脳が理解できなかったわけ。その韓国語をね、映画の中で出てくる人たちが喋る韓国語を私が理解できなかったっていうことだよね。いや悔しかったね。そんなことがあったのと、韓国語ではそれがあったね。多分新幹線って中学生とか小学生から見ることができると思うんだけど、中学生とかが理解するナチュラルな韓国語を理解できなかったっていうので、ちょっと悔しい思いは
その時なんか、うわ中学生もこれ理解できるのに私は理解できないみたいな、そういう恥ずかしい体験が一つあるのと、あとは英語なんだけど、私が大学卒業してワーキングホリデーを使ってね、オーストラリアに行ったことがあったんだけど、オーストラリアのメルボルンっていうコーヒーとかが有名なカフェとかがねたくさんある街があるんだけど、そこに行ったことがあって、その時もなんか自信はあったわけよ、だいぶ。だってさ、日本で小学校中学校高校って何年、大学も含めてだから何年だろうね。小学校6年でしょ、中学校3年でしょ、高校3年でしょ、12年でしょ、で大学が4年だから16年ぐらい合計したら勉強してるわけ、英語を。だからさ、できると思ってたの。そして私、ちなみになんだけど、中学生の時の部活が英会話クラブだったわけよ。そして私は英会話クラブの部長リーダーだったわけだから、超自信があったのね。なんか何言ってるかとか、あとはなんて話したらいいかとか自信があったんだけど、メルボルンについてコーヒー飲もうと思ってカフェみたいなところに行ったのね、初めて。そして注文しようと思ったんだけど、言葉がまず出なかったわけで、店員さんが言ったのね。多分 How can I help you? みたいな感じで言ったのね。だけど私全然固まっちゃって、何を言ってるんだろうみたいな。でネイティブの人が話したらさ、なんていうの、音がつながるじゃん。だから多分何言ってるのか分かんなかったんだろうなって思った。それも超恥ずかしいなと思ったよね。だってさ、いけると思ってたのに全然できないみたいな感じだったからね。みんなも私と同じようにこういう経験があると思う。ポッドキャストとかで聞く日本語は聞こえるのに、映画とかあとはネイティブの日本人と話すときに聞けないみたいな、そういうのは何が原因かなってちょっと考えてみたのね。今ちょっとねみんなとシェアするためにノートにまとめたんだけど、私もさ完璧にできるわけじゃないから、一学習者としてみんなにシェアするのはちょっと恥ずかしい気持ちもあるんだけど、どこから目線だよみたいなちょっと気持ちもあるんだけど、でもちょっと一応まとめてみたので、皆さんにコツみたいなのをちょっとシェアしようと思います。じゃあまず私のポッドキャストの日本語が結構聞き取りやすいと思うんだけど、それは私のその動画のコンテンツが日本語学習者に向けて作ってるものだから、やっぱり私は単語とかをはっきり丁寧に発音するようにしているし、そういう意図をね考えて作ってるから、多分聞き取れやすいと思うのね。どうかな、みんな聞き取りやすい？それともちょっと早いとかあるかな。なんだけど、じゃあ私以外のポッドキャスト、日本語学習者向けのポッドキャストって多分いろいろあると思うけど、そういうのは多分聞き取れると思うけど、じゃあ映画になった時とか、じゃあネイティブな日本語とか、あとは日本人 YouTuber、普通にもう日本語学習者向けじゃなくて日本人 YouTuber の YouTube を見た時に何言ってるんだろうみたいな思ったりとかすると思うのね。じゃあなんでなのかっていうと、まず映画に関しては雑音が入ってると思う。例えば車の音とかバイクの音とか、そのシチュエーションごとに変わると思うけど、そういう周りの音が入ってるっていうのはあると思う。あとは音がつながっている。例えばさ、コーヒー飲んで、例えば美味しいっていう言葉を喋るとするじゃない、私が。そしたらさ、おいしいって言わないじゃん。わざわざ分けてちゃんと流れる感じで、これおいしい、この早い感じで喋るじゃないっていうのもあるかなと思ってる。で、日本語学習者向けのポッドキャストの YouTube の人たちっていっぱいいると思うけど、そういう人たちって基本的にマイクとかを使ってるのね。いいマイク使ってる人とか結構私よく見るんだけど、私はこのオズモポケット3のセットのマイクを使ってるんだけど、多分聞き取りやすいと思うのね。だから言葉のそのコンテンツだから聞き取りやすいように、その人の声だけしか入ってないし、マイクで
マイクも使ってるみたいな感じで私たちというかポッドキャスト、日本語学習者向けのポッドキャストは聞き取りやすいと思う。でも映画とかになるとやっぱり音がつながってくるし雑音も入ってくるしみたいな感じでなんかなんのこっちゃってなるんだと思う、じゃあどういう方法をしたら日本語をナチュラルに聞くことができるようになるかについてなんだけど、まず NG な方法からちょっとお伝えしようと思います。それはポッドキャストとか YouTube とか何でもいいんだけどを聞き流すのは一番 NG みたいですね。実は私も高校3年生の時になんか英語のテストの点数を上げたかったの。高校3年生って大学の入学の試験があるから、それで英語のテストも私はあったから、というか大体あると思うんだけど、センター試験っていうのがあってね、大学に入るためのそのテストがあるんだけど、それで英語の点数を伸ばすために聞き流してたのよ。しかもネイティブの英語のなんか YouTube みたいな、ポッドキャストではなかったけどそれを聞き流してたのね。でちなみにその時は結構家が田舎の方にあって、なんか海の近くに家があったのねで高校がめっちゃ離れてたの。だいたいどれぐらいだろう、1時間行くのに1時間帰るのに1時間かかってた。そしてなんかその電車も30分に1回しか来ないみたいな感じだったのね。電車が30分に1回しか電車が来ないから待たないといけない時間が多かったの。だからそういう待ち時間とかになんか勉強できたらいいなと思って聞き流してたんだけど、全然点数が上がらないし何言ってるかわからないから、結局眠たくなって電車の中で寝てたっていうのが3、4ヶ月くらいやったことがあるんだけど、これはなんかあんまり意味がないらしいね。みんなもやったことある？確かにこのリズムになれる、その言語のリズムになれるっていうのは多分あると思うから、リズムになれたい人はやってもいいと思う。でも本当に聞き取れるようになりたいっていうのだったら、この精読っていうのが大事みたい。精読っていうのはその意味をこの頭で理解するってやつね。でこれでなんかいいそのサイクル、そのいい勉強法があるみたいなんだけど、まず例えばポッドキャストとか、私のでもいいんだけど私のポッドキャストとかを聞きますと。で30秒とか1分とか自分で決めて、なんか毎日できる範囲で。だってさ毎日さやることあるじゃん。なんか仕事とかさ、例えばやること学校とかね、勉強とかあると思うから、たくさんしなくていいと思うんだけど、毎日そのできる範囲だけ決めて、例えば1分私の YouTube ポッドキャスト聞きますと。じゃあ最初は1分聞きます。で頭の中で何を言ってるか予想して、その後また戻ってそのスクリプトを確認、意味を確認してもう一回聞くと。でその後に自分でそのシャドーイングするのが一番脳にとっていいんだって。なんかこれを毎日していくと3ヶ月後にはなんかちょっと聞き取れるようになったかもみたいな感じの効果を感じるんだって。でなんか聞こえない、なんかネイティブとか映画の日本語が聞こえないっていうのは、あなたに才能がないとか言語習得の才能がないっていう意味ではないんですよ。これはただ音に慣れてないだけっていうのがあるので、自分で聞いて意味をイメージして自分でまた喋るっていうこのサイクルによって、喋れることによって音がまた理解できるようになるっていうのがあるみたいです。それからこれがそのシャドーイング、その精読の方法なんだけど、あとは音の変化に慣れるっていうのもあるみたいだね。例えばさ、なんか今日はご飯寿司を食べましたっていう文章があるとするじゃない。それをさ日本人ってさ、こういう単語で区切って言わないことが多いのね。例えばね、今日ご飯食べたんだけどみたいな感じで流れるように単語が続くのよ。だからこういう流れるように単語が続くのを慣れるためにも、私の YouTube とか私の YouTube ポッドキャストとか聞いてもらうのもいいし、他の人でねやつ見て学んでもらうのも OK で、その YouTube とかポッドキャストのレベルがいろいろあると思うのね。例えば私だったら
N3、N2 レベルの日本語で分かりやすく喋ってるんだけど、もしあなたがその教材、そのポッドキャスト、シャドーイング、その精読するときに選ぶものとしていいのは、自分のレベルよりちょっとだけ上のレベルを選ぶのがいいみたいですね。なんか難しすぎてもやる気が続かなくなるし、意味わからないし、多分きつくなるけど、簡単すぎてもこれイージーすぎるんだがみたいになるだろうから、自分のレベルより少し上のレベルのポッドキャストを聞くのがいいみたいです。聞けない理由として3つあるみたいだね、理由が。1つ目が単語をそもそも覚えてないっていうことね。これはちょっと単語を1つずつ覚える必要があるよね。あと2つ目は音が続く、音の変化だよね。なんか文になると速くなったりして音が変化するから、これに慣れてないとね、耳が慣れてないと何言ってるのってなる。3つ目はスピードに慣れてない。やっぱり私とかがやってるポッドキャストって日本語学習者向けのポッドキャストだから、単語を理解しやすいようにちょっと喋ってる節があるのね。だから聞き取りやすい部分はあるかもしれないけど、ネイティブの日本人が話す動画とか見てもらったらわかるけど、結構早いと思うのね。私にとってもなんかネイティブの英語喋ってる人とかがの動画を見るとなんか早くてついていけないみたいななると思うんだけど、これはスピードに慣れてないっていうところがあるみたいなね。こういうのも全部慣れだと思うから、ちょっとずつ毎日ね積み重ねていくのがやっぱりこの聞き取れるようになるコツみたいなものだと思う。みんなは日本語を学習して、どれぐらい勉強してるかわからないけど、もしどうやって聞き取れるようになったかっていうコツがあったら、ぜひ私のコメント欄でシェアしてもらえると、他の日本語学習者の人たちもとっても役に立つと思う。だからよろしくね、コメントお願いします。こんな感じで日本語を聞き取れるようになるコツ、映画とかナチュラルな日本語を聞き取れるようになるコツをちょっとシェアしてみました。この YouTube ポッドキャストを聞いてみた感想をお待ちしてます。そして今回の概要欄にお便りボックスというのを作りました。これはどういうボックスかというと、なんかリクエストとか、なんかこういうところがこの動画で良かったよとか、なんかもっとこうしてほしいなみたいなところがあったら、ぜひGoogle フォームになってるからリンクを押してもらって、ぜひね書いてみてください。私も読んでいいなと思ったらちょっと採用させていただきます。まだ1万人をやっと達成して、これからもっともっとチャンネルをね大きくして日本語学習者の人たちにとって役立つコンテンツを作りたいと思ってるから、よろしくお願いしようっていう感じですね。あとは前回の動画でも言ったけど、ポッドキャストとか Apple Podcast でも配信してるので、お料理しながらとか通勤しながら聞いてみてもらえるといいかなと思います。あとまたこの本なんだけど、今日これをモールに行って買ってきたのね。本当はメルカリっていうのはフリマアプリのことなんだけど、フリマアプリで買おうと思ったの。だってさ2200円するからね。だけど私の心に聞いてみたの。この本欲しいですか？そしたら欲しいという答えが返ってきたの、私の心の中から。だからちょっとこのフィリピン語をね1週間でいとも簡単に話せるようになる本。1週間でね本当に話せるようになるのかよっていう感じだけど、でもなんか中身は結構使えそうな表現がたくさん載ってるから、これで私もフィリピン語を勉強したいと思います。1日何分ぐらいできるかわからないけど、コツコツ積み重ねようと思います。こういうコツコツっていうのが大事なんだよな、意外と。なんでかっていうと、日本語には塵も積もれば山となるっていう言葉があるんだけど、例えばこれを1日10分ずつ、10日間するなら100分になるじゃん。これを365日1年続けたら
めっちゃ資産になると思う、自分の。みんなも日本語を勉強していて、みんなも日本語を勉強していて、なんか多分ちょっとずつやってると思うんだけど、なんか何が語学勉強で楽しいと思いますか？例えば私だったら、なんかその国の人と交流できることがすごいワクワクするんだけど、みんなは何が日本語を勉強してて楽しいと思う？なんか日本語を勉強していて楽しいことって何ですか？もしあったらコメントください。そして、いつも言っていることなんだけど、私もね最近ね春になったからかどうかわからないんだけど、まあちょっと将来に対する不安とかネガティブな気持ちになることがあるのね。例えばやる気がなくなったり不安な気持ちになったりね。そういう時ってみんなどうしてる？私はなんかいつも言ってることだけど、ジャーナリングをしてるのね。これをいつもおすすめしてるんだけど、なんで書くことがいいのかなって最近考えてみたのさ。そしたら書くことって自分が本当は嫌だなって思ってないだろうなって思っていたことも書くことで、あ、これって自分嫌だって思ってたんだっていうのが分かるようになると思うから、やっぱりジャーナリングとか、なんか自分の気持ちとか何を思ってるかとか書くのってすごく大切だなって最近思ってる。じゃあこんな感じで最近の近況を終えていきたいと思います。皆さんの1週間もとてもハッピーで喜びあふれる1週間となることを祈ってジャパニーズポッドキャスト with ヨンを終えていきたいと思います。では最後まで聞いてくれて本当にありがとう。ではまた次のエピソードでお会いしましょうね。バイバーイ。